皆さんこんにちは。ころもくんのパパとママです。今回はこどもくんと一緒に沼津旅行に行きました。お宿の紹介だけではなく、ワンちゃんと楽しめるスポットも動画の後半で紹介します。今回泊まらせていただくお宿の紹介です。民宿白根荘さんに宿泊します。沼津の海沿いにあるお宿で、とても美味しい海鮮料理がお部屋食でいただけるみたい。どんなお宿なのか楽しみです。まもなくお宿に到着です。今回のお宿は伊豆半島の付け根部分の駿河湾側にあり、沼津市内から車で30分くらいの場所です。海沿いの道を走るので旅行気分が盛り上がります。お宿に到着です。駐車場はお宿の横にあります。詰めればお部屋の数と同じくらいの台数止められそうです。玄関横には看板も出ており分かりやすいです。チェックイン前に玄関横の看板と記念撮影です。玄関にてお宿帳に名前を記載しチェックイン完了です。チェックイン時に狂犬病注射等の証明書の提示は求められませんでした。詳細・最新の情報は別途ご確認ください。おかみさんが本日泊まるお部屋まで案内してくださいました。どこか懐かしい雰囲気を感じながら廊下を進み、本日のお部屋に到着です。今回予約したお部屋は新鮮なアジ2品付きペットとお泊まり、和室8畳2名から4名です。窓からの眺めはこんな感じ。木の向こうに駿河湾が見えています。お部屋の入り口部分はこんな感じ。館内はスリッパで扉は外開きなので狭さは感じません。くぼみがあるのでペットカートは折りたためば置けそうです。お部屋の施錠は懐かしい画像のタイプで、部屋の中に人がいる時だけ施錠ができます。鍵の貸し出しはないので外出時の施錠はできません。戸棚の中には浴衣と帯が入っています。浴衣のサイズは2着とも L でした。他のサイズの用意があるかは分かりません。机の上にはお茶セットがあり、備え付けのポットにはお水が入っています。テレビの下にはボックスティッシュと人間用のアルコールウェットティッシュがあります。机の上にガラスの灰皿があるので、お部屋での喫煙ができるのかもしれません。備え付けの延長コードは嬉しい USB ポート付きです。押し入れには寝具類が入っています。ちなみにお布団は宿泊者が敷くタイプです。窓の下にはかなり大型のリードフックがあります。館内 Wi-Fi 完備で速度はこんな感じです。調べ物をするくらいなら問題なく使えました。お部屋の場所や端末の相性・性能により差があるかも。ドコモ系格安 SIM の 4G の速度は問題ありません。お部屋の設備はだいたいこんな感じです。お部屋にお風呂、シャワー、お手洗い、洗面台、冷蔵庫はありません。共用部のものを利用しましょう。アメニティや備品の有無はこんな感じ。タオル類とドライヤーは浴室や脱衣所にも用意がないので注意しましょう。またお部屋にペットシーツやケージ、食器などのワンちゃんグッズはないので、必要なものは持参しましょう。まずは水回りの設備から。客室前の廊下部分に共用の洗面台があります。共用のお手洗いは計4個室ほどあります。浴室はこんな感じ。温泉ではありませんが、懐かしい雰囲気の大きな湯船があります。シャワーは計3カ所あり、ボディーソープとリンスインシャンプーは備え付けです。ち
ちなみに脱衣所のドアは画像のタイプの鍵で施錠できます。お風呂は15時から22時で利用できます。玄関にはワンちゃんグッズがあります。ワンちゃんシャンプー、LED ライト、ティッシュ、ワンちゃんの足拭き用の固く絞ったタオルがあります。マナーボックスは玄関の中にあります。玄関の外にはワンちゃんの足洗い場があり、お湯も出るみたい。お宿の方にお伝えすれば使えるようです。館内には自販機があります。取り扱っている飲み物とお値段はこんな感じ。500ml ペットボトル系150円、缶コーヒー120円、缶ビール300円。自販機は現金のみ対応です。2階には共用の冷蔵庫があります。ペットボトル等のゴミ箱も設置されているので分別して捨てましょう。共用部に電子レンジはありませんが、私たちの場合はおかみさんにお願いすることで温めていただけました。最後に館内全体の雰囲気です。お部屋を出て洗面台を横目に廊下を歩くと、冷蔵庫と新しめの洗面台と漫画があります。ちなみに館内はワンちゃんリード化です。階段を下り1階の廊下の奥が浴室で、最後に玄関です。玄関部分には著名人のサインがずらっと並んでいます。日が落ちてきたので夕方のお散歩に出かけましょう。お宿は駿河湾のすぐ近くにあります。真横の川沿いを歩いて海まで行ってみることにしました。どうやらこの辺りには定住している白鳥さんのご夫婦がいるみたい。最近ヒナが誕生したらしく、パパとママは目を皿のようにして周りを探しています。コロモくんも周りを見渡して一緒に探してくれているみたい。何やら海の方に少し人が集まっているのを発見。行ってみることにしました。いらっしゃいました。白鳥さんのご夫婦です。お二人の間に小さなヒナがいます。脅かさないようにもう少し近づくと、もっと近くで見ることができました。ヒナはまだ羽毛がパヤパヤでとても可愛いです。たっぷりと親子愛を堪能できたので、お散歩を再開しましょう。この後、この地区の名産であるみかんの畑の間をお散歩し、初めてみかんの花とまだ青くて小さいみかんを見ました。そろそろ夕食の時間が近づいてきたので、お宿に戻りましょう。無事、お宿まで戻ってきました。足をしっかり拭いて入りましょう。お待ちかねの夕食の時間です。この日の夕食は18時からスタートです。こちらのお宿のお食事はお部屋食なので、おかみさんがお食事を運んできてくださいました。今回いただくお品書きはこんな感じ。沼津産海ぶどうは廃校を改装した養殖施設で作られたものだそうです。ホウボウやカサゴなど普段あまり口にすることの少ない珍しいお魚が食べられるのもこちらのお宿ならではかもしれません。全体はこんな感じで全て魚介系のお料理。品数も多くとても豪華です。どのお料理もキラキラしており、使われている魚介はとても新鮮で美味しそう。それではいただきます。どのお料理もとても美味しく最高です。その土地の食材を使った手作りのお料理をいただけるのも民宿ならではかも。そしてなんとコロモくんにも嬉しいプレゼントが。ワンちゃんお菓子セットをいただきました。さらに写真を撮ってくださり、かわいいカレンダーをいただきました。パパとママは大喜びです。いただいたカレンダーは自宅で額縁に入れて大切に飾っています。この後、コロモくんは疲れてしまったようで、自分のベッドでぐっすり眠っていました。食後にパパとママは交互にお風呂に入り、みんなでお部屋でゆっくりして寝ました。それではおやすみなさい。
はようございます。新しい朝が来ました。希望の朝です。あいにくの空模様ですが、今日も元気に行きましょう。朝のお散歩中にふと川を見たら、白鳥さんたちがいらっしゃいました。朝から家族団らんのようです。よちよち歩きがとてもかわいい。白鳥さんたちにはさよならをして朝のお散歩を再開です。昨日は海の方をメインで歩いたので、朝は山をメインに歩きます。川沿いに少し歩くと大自然が感じられます。素敵な雰囲気で初めての場所なのに懐かしい気持ちになります。思ったよりも橋の高さがあり、パパはビビっています。朝から冒険気分が感じられて、コロモくんもルンルンです。そろそろ朝食の時間になるので、みかん畑を通ってお宿に戻りましょう。朝ごはんもお部屋でいただきます。この日の朝食は7時半からスタートです。おかみさんが持ってきてくださいました。朝ごはんはこんな感じ。とても美味しそうな和朝食です。お味噌汁にはアオサがたっぷりと入っています。コロモくんはいつも通りお膝ですが、お部屋食だとワンちゃんが自由にできる点も魅力です。食後にはココナッツの香りがするコーヒーをいただきました。今日も良い一日になりそう。食後にお部屋でくつろいでいたらそろそろ10時、準備をしてチェックアウトをします。館内にはアニメラブライブサンシャインのポスターがあります。沼津周辺が聖地なようです。チェックアウト時に手作りのワンちゃんお洋服を試着させていただき、似合うものがあったので購入しました。また一つ素敵な旅の思い出が増えました。看板犬のモアニちゃんが着ている服も手作りらしくとてもかわいい。お宿を出発します。お宿の皆さんとモアニちゃんがお見送りしてくださいました。とても神秘的な観光スポットも教えていただき、実際に行ってみたので、この動画の最後に紹介します。車が見えなくなるまで手を振っていただき、最後まで心温まる素敵なお宿です。それでは今回のお宿のまとめです。良かった点はこんな感じ。圧倒的なコスパで豪華な海鮮お料理を楽しむことができ、とてもおもてなしが感じられる素敵なお宿でした。気になった点はこんな感じ。翌朝は湯船だけではなく、浴室そのものの利用ができないのでご注意ください。最後に今回の宿泊料金です。今回はじゃらんから予約させていただきました。決済が現金のみなので注意が必要です。今回の旅で寄り道した場所を紹介します。到着した日に沼津港に寄り道しました。沼津港には何軒かワンちゃん同伴 OK の海鮮系のお食事処があります。ちなみに休日昼頃の沼津港はとても混雑し、イベント開催と重なると駐車場探しも一苦労です。港周辺はとても混雑するので、晴れているなら手前のコインパーキングの利用もおすすめです。まずはモニュメントの前で記念撮影です。屋根がある場所はそこまで多くないので、夏場や天気が悪い日は少し大変です。今回はママが見つけてくれたお店でお昼ご飯をいただきます。今回訪れたのは魚屋千本市さんです。新鮮な魚介を使った定食や海鮮丼、浜焼きなどが楽しめます。到着です。お席は完全な室内ではなく、建物1階の明るい通路部分に椅子とテーブルがある感じでした。お隣に他のワンちゃん連れのお客さんもいらっしゃったので、ワンちゃん同伴だとこの席になるのかも。
扇風機やヒーターが出る可能性はありますが、気温が極端な時期はどんな感じなのか気になります。メニューはこんな感じ。丼物だけでもたくさんの種類があります。テーブルの上にガスのバーベキューコンロもあり、浜焼きも楽しめるみたい。パパは沼津三色丼、ママは沼津だし茶漬け丼をチョイス。追加で気になったメヒカリの唐揚げも注文しました。ワンチャンメニューなどはなさそうでした。お料理が到着しました。とても美味しそうです。メヒカリの唐揚げもカラッと揚がっていて美味しそう。衣くんには悪いですが、パパとママはお食事をいただきます。ごちそうさまでした。とても美味しかったです。食後は港の周りをお散歩しましょう。沼津港にはシンボルとなる大きい水門、ビューオーがあります。残念ながらワンちゃんは入れませんが、近くまで行くとその大きさに圧倒されます。ビューオーの近くに整備された公園を発見。衣くんはいつも通りボール遊びです。港の周りにはかなりトンビが飛んでいましたが、ここは程よく松の木が生えているので安心です。次のスポットはおかみさんからおすすめされた神秘的な場所です。今回宿泊した白根荘さんからは 12km ほど離れており、車で20分くらいの道のりです。気持ちのいい海沿いの道を走って到着です。尾瀬崎に到着です。尾瀬崎は駿河湾に突き出した半島で、先端には尾瀬神社があります。大きな地図でいうとこの辺り。手前にある尾瀬海水浴場はその環境からダイビングに向いているらしく、一般的な海水浴場の雰囲気とは異なります。ダイバーさんの需要からか、コインパーキングは広く、かなりの台数止められそうでした。海水浴のシーズン以外は満車も心配はなさそう。新鮮な光景を横目に遊歩道を10分ほど歩くと、尾瀬神社の鳥居が見えてきます。参拝を先に行い、岬の先にある不思議な池とご神木を見に行きましょう。岬の先端はすべて神社の境内となっており、奉賛金を納める必要があります。少し歩くと大きな池が現れます。この池は神池と呼ばれる池で、地図でもわかるように海にとても近いにもかかわらず淡水の池です。伊豆の七不思議の一つとされていて、淡水の理由はおろか、深さすら分かっていないみたい。神池にはたくさんの鯉さんや亀さんがおり、奉賛金を納めた場所で餌の販売もしていました。大量の元気な鯉さんに衣くんも興味津々です。神池の周りは歩けるように整備されており、一帯には白針という木の樹林があります。この樹林は国から天然記念物として指定されているみたい。よく見てみると幹や枝など特徴的な見た目です。こちらのひときわ大きな白針が尾瀬神社のご神木で、樹齢はなんと1300年以上、とてもご立派でオーラがあります。ご神木を越えても白針の林は続きます。木の合間から岬の先の海が見え、気持ちの良い風が吹いていました。今回の動画はここまでです。次はどこに行こうかな。今回の動画で気になることなどありましたら、お気軽にコメントいただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。